皆さんこんにちは、斉藤正光です。今日はこの木材の置き場を作っていこうと思います。それでは早速始めていきましょう。一度ランバーラックを取り付けてしまうとそう簡単には掃除する気が起きないと思うので、高圧洗浄機でしっかりと掃除しておきます。縦の柱になる 2x4 をカットしておきます。今回は 2x4 をそのまま使います。横のラック部分も 2x4 を使っていきます。必要な枚数だけカットしておきます。続いて 2x4 の幅と同じ幅になるように合板をカットしていきます。この合板は 2x4 をサンドイッチする形で挟む外側になりますので、2x4 の数の倍の数必要になりました。さて、ここからこのように合板と 2x4 をサンドイッチした状態でこの縦の柱に取り付けるというところをやっていこうと思います。で、ここでのポイントはこの合板の飛び出す長さの設定にあります。今見てもらっているように壁にここがついてしまわないような設定、すなわち壁に合板がつかないで縦の柱の 2x4 とこの合板の間のサンドイッチの間に入っている 2x4 がぴったりとこのようにひっつく場合ですねはどこで力を受けるかというと、この 2x4 は、この上面に力がかかるわけなのでこういう形に曲がりますね。なのでこの面で力を受けてこの縦の柱にこちら方向にですね押すような形になります。でそれをこのサンドイッチした合板でサポートして支えるという形になりますね。逆にこの合板がこっちに飛び出てしまうような場合、すなわち合板の設定が長くてこういう場合ですね、ちょっと相当極端に書きます。そうするとここに間が空いてしまうので、この 2x4 は、今のこのシャーペンの側に押されるんですが、どこで受けるかというと、ここがどういうねじりの力を受けるかというと、こういう方向にねじる力を受けるわけですね。でそうなるとここをねじ止めするんですが、そのネジだけで持つということになって、特にこの 2x4 は本当にスペーサーとしての機能だけになってしまってあまり効果がありません。なのでこの構造で作るときはここがぴったりと柱につくような寸法の設定にしてあげる。すなわちこの面が合板が少しこちら側に入るような形にしてあげましょう。合板の後ろが 3mm 空く長さにカットしていきます。さて、ではサンドイッチ構造のアッセンブリをしていきましょう。で、先ほど見ていただいたようにこういう感じで挟むので、ちょっとここはフラッシュになってほしいので、ちょっと何かに突き当てれるようにしといて、クランプしてねじ止めしていくという手順になります。で、一旦開いて軽くタイトボンドをつけておきます。でこの状態でサンドイッチして挟んで、作業成功上のためにクランプで留めておきますね。でこの右側が一つの平面にフラッシュになっていることを確認して、あとは好きなようにビスで留めていきます。ショップファーニチャーなんでね、適当でいきましょう。はい、こんな感じでアッセンブリできました。でここの隙間にこの柱が入ってきて、縦の柱があるところにこいつをこう挟むと。で後からここにねじ止めをしっかりとしていきますし、先ほど説明した通りここがちょっと柱の方が必ず出ている状態、そして
こっちの 2x4 がぴったりくっついている状態になるようにしましょう。これをひたすら続けていきます。さてここからは柱を壁に取り付けていこうと思うのですが、今回はフレンチクリートというやり方で取り付けていこうと思います。で、何かと言いますと、45度にカットされた木を持ってきて、一方を壁側に取り付けて、一方を取り付けたいものに、今回で言うと柱ですね、それに取り付けてやって引っ掛けるような形でこう取り付けると、壁に引っ掛けるというやり方を取っていきたいと思います。見てもらった方が早いと思うので、じゃあ実際に取り付けていこうと思います。フレンチクリートの一方を縦の柱にネジ止めしていきます。もう一方は壁に取り付けます。今回私が取り付けたかったのはコンクリートの壁ですので、このようにコンクリートドリル、振動ドリルを使って下穴を開けてフレンチクリートを取り付けています。皆さんの場合、おそらく室内の木の壁でしょうから、この作業は必要ないとは思いますが、しっかりとフレンチクリートが取り付くようにしておいてください。水平を確認しながら4箇所フレンチクリートを等間隔に取り付けました。さてじゃあこの柱を取り付けていきます。フレンチクリートのベースはこっち側についたので、逆サイドをこうやってですね、これを引っ掛けていきます。もうほんと引っ掛けるだけです。こういうことですね。これでもうがっちり固定されてびくともしないです。じゃあこのラックを取り付けていきたいと思います。もうこれは本当にネジで留めるだけです。1個目なんで何も気にせず、ここに5本ずつ止めときゃそこそこいけるんではないかなと、よっぽど良さそうですね。じゃあこれを基準にして向こう側も全部取り付けていきます。取り付ける時には1つ目から水平になるように残りをすべて取り付けていきます。2段目も同様に同じ作業を繰り返していきます。水平を確認しながら取り付ける、これを繰り返していきます。このフレンチクリートのかけた後の下側ですね、ここ浮いてしまっているので、この分をその隙間を埋めるスペーサーとしてこいつですね、こいつは同じ板厚のものを一番下に挟んでおかないといけません。そこだけは注意です。さあ完成しました。これまで置き場がなかった木をどんどん乗せていきます。ハードウッドをこれぐらいの量乗せてもびくともしません。ただ取り付けるときは皆さん自己責任でお願いしますね。こういうラックがあると安い板を買って置いておく場所に困るなんていうことがないので本当に助かります。駐車場のデッドスペースになっていた部分を効率よく活用することができました。いかがだったでしょうか。今日の動画役に立った、気に入ったと思っていただけた方はいいねとチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。